よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。盆栽界のね、今流行りの言葉で言うとレジェンドっていうかね、商品盆栽を作ってきた盆栽界を作ってきた一人である広瀬さんに今日お話伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあこそ。ね、昔とあんまり広瀬さんは変わらないで、あんまり古くなっていかないような感じはするんだけどね。いやもう72にもなったんでね。お元気そうで何よりです。早速ですが、広瀬さんがなんで盆栽を始めたんですか？なんできっかけというか、きっかけ。大学3年の時だったかなと思うんですけどね、大阪の万博に、ちょっと寄ったんですよ。そしたら盆栽がね、飾ってあって、万博の盆栽展あった後から聞いたら、大々的にやって随分人気があったらしいんですけど、学生の時だったら、本物のね、いい盆栽見たのがその時が初めてだったんですよ。ほんでこれはいいもんだなと思って、で盆栽をやろうかなという気になったんですよ。広瀬さん初代っていうかお父さんがやってるとかそういうことはなかった？親は植木をやってたんです。植木やってたんだ。はい。まあ庭から途中から植木扱うようになったっていうぐらいで、大したことないんですけどね。でまあそれで盆栽を置く、家に場所もあったし、まあ植木の仕事を手伝いながらぼちぼち盆栽を始めたわけですよ。じゃあ大学卒業してからは家の仕事を少し手伝ってたんだ。そう、植木の仕事は手伝ってたんですよ。で勝手にね、盆栽の方はいじれる時はずっとやってたんですけどね、近所で年寄りのおじいさんがちょっと、アマチュアですけど、ちょっと詳しい人がいたんで、その人がちょこちょこ頼んでもないのに教えに来るでも随分教えてもらいましたよ、その人には。安田さんね、お名前出しても大丈夫な人はお名前出してもいい。安田さんいましたよね。僕も面識あるんですけどね。だから安行の方にあの辺を紹介っていうか、私が運転手でその人を連れてってたんです。自動車の修理から。違う、そうじゃないですよ。スクラップ屋ですけどね。結構まめにやってましたよね、丁寧にね。そうだね、懐かしいですね。でそれでぼちぼちお店になってきてっていう感じですか？だから25歳で大和園ここを始めたんですけどね、それまでの3年間ぐらいはそんなことやってちまちまこれいろいろ集めてやってみて。だけどね、その景気っていうかね、その時期にちょうど植木もよく売れて盆栽もよく売れる時だったんですよ。それで助けられてね。なんかそういう話よく聞くな。そういうね、みんな景気がいい時に始めたっていうのがあるよね。そうちょうどね、私が始める頃は本当に造園っていうか、そっちの方も盛んでね、家がどんどん建って、どんどん植木も売れて、で一緒に小田急の駅前でね、駅のあれで広場で、その植木と盆栽を売ってたんですよ。店を出して小田急と契約してね。だからそれが結構良かったですね。デパートなんかにも昔はね、屋上なんか行けば盆栽屋さんあったりありましたよね。そんな話ですよね。最初のうちだからデパートなんて恐れ多かったけどね。もういろんなところでそうやってやって始まりがあるんですね。当時盆栽ね、
よく売れたし、その後八つ房なんかとかさつきなんかとかね、バブル自体はすごかったね。最後っていうかバブルもあったしね、いろんな節目節目があると思うんですよね。だからバブル時代はまあ盆栽買うのが仕入れるのが大変だったね。反対に売ってくんなくてね。そうだよね。僕バブルの後からですからね、始めたのがいいとこ知らないでやってるんですけどね。だからね、その安田さんという人が小梅園さんによく行っててね、小梅園。朝安行行ったら一番に小梅園行って仕入れるだけ仕入れてっていう感じで、だから小梅園だってもうほとんど売れててね、契約しちゃってて秋にならないと出さないという。あれで、私ら買うのに本当難儀してちまちまと分けてもらったりなんかしてましたけどね。またね、当時はああいう安魚な方行ってもそういう盆栽材料を作ってる人は多かったからね。そうそうそう。どこにでもいっぱいあったけどね、だけどなかなか売ってくんだ他で売れるからね、大口がバンバン買ってくわけだしね。でまた当時園芸センターとかいろんなところにもね盆栽売ってたろうし、まあとにかく盆栽を始めるにはいい時代に始めたっていうことは言えますね、今振り返ってみるとね。で神奈川は盆栽の愛好家がものすごく多いと思うんだけど、その人たちが始まったのもそのくらいの時代から。まあそうですね。その頃からすごく盛んになったんですよね。今でもね、支部の会なんかもものすごく多いし。そうですね。だからその頃にわーっと始めた人がすごく多くて、今考えてみると商品盆栽は中村寿光さんがね、NHK によく出て、趣味の園芸で商品盆栽をやってくれたんですよ。それからね、商品盆栽が爆発的にわーっと増えたんですよ。ね、デパートかなんかで鉢売ったり色紙書いたりして。それもね、ずいぶん私らも川崎の西海屋とかいろんなところでゼコさんに来てもらってサイン会やったりねなんかして。ゼコさんの送り迎えもそれ若い時は私運転手でやってましたよ。いろんな話聞いたでしょ、その当時ね。でね、色紙がこんなにたまったんだけどね、でその色紙が1枚1000円とか売れるようになって、探してみたら何にもなかったって井戸森聞いたらもう全部捨てましたよ。まあね、しょうがないよね。今中村ゼコってなかなかね知ってる人ももうね亡くなってだいぶ経つからね、もう知ってる人いなくなってきているね。ただまあ商品盆栽ね始めるきっかけになる人も多かったんだろうね、そうやってね。それはやっぱりテレビで何回もやるとね、かなり影響力がありましたね。また盆栽なんかもよく趣味の園芸なんかでも取り上げてましたもんね。だからゼコさんがやるからね、NHK も使いやすいんですね。ゼコさんって江ノ県、これまたみんな知らないか分かんないけど江ノ県の相手役だからね、超有名だったんですけどね。そういう人がやってくれて、またね今もねそういう有名な人がやってくれればね、そういうやる人も増えるのかもしれないですけどね。まあそうですね。なかなか盆栽やるのもね、時間もかかるし手間もかかるから、でまた趣味も多いですからね今ね。まあね、何でもいろんなことがありますからね。だけど外国では若い人は外国は盆栽って新しい文化だから、若い人がすごく多いんですよね。そうですね。今SNS とかそういうんで写真を見て始める人とかね、どこにこういうものがあるかって探してる人もいっぱいいると思うんですけど、今世界中にねそういう盆栽を知る機会が増えてると思いますけどね。でもまだ昔の話なんですけど、もう昔から広瀬さん神奈川なんていうのは地元でも展示会やりながら商品盆栽はねやってましたね、あちこちでね。多かったですよね。僕はほら安魚の方なんで、あまりそういう展示会なんてのは多くなかったからね。神奈川も盆栽の消費地というか、
趣味者はすごく多いですよね。国風展なんかでこう県別の出品者見ると、まあ東京都が一番多くて、その次神奈川でしたからね。まあ大きいもんもね、大きいものも盛んでしたよ。昔ね、結構大々的にやってる盆栽屋さんもあったしね。だからそれもあったんですよ。商品盆栽やったのも、うちは狭いから、大きい盆栽やってもいくつも置けないし、勝負にならんから商品盆栽でいこうかなと思ったんですよね。やっぱりまたちょっとね路線が違いますからね、やる人も違ってくるし、一番いい環境の時に始めたんだなと思いました。振り返ってみればね。商品盆栽協会と商品盆栽組合ありますけど、商品盆栽組合の方がちょっと早いです。早いの。はい。って話をついこの間耳にしたんですけど、もうまあ親父から聞くこともあんまりないんでね。他の人から聞くとああそうなのかなと。商品盆栽組合っていうのは、何人かの有志で、関西の方で始まったんですよね。で川崎の杉浦さんなんかが関東の方じゃ早かったかな。なんかこういうのができたらしいよっていうんで、それで、なんていうんですか、その組合主導で、大阪の大丸かなんかで第1回の盆栽展が始まって、それが後から画風展の1回目だよっていう前進だったんですよね。それから2回目からは京都の観業館って今の都メッセですけど、昔は観業館、京都市の観業館っていう名前だったんですけど、そこで始まりまして、そうね、こうそれから徐々にっていう感じ。徐々に協会ができてきた。1回目からいや協会ができたのはね、それが私3回か4回目ぐらいから、私が商品組合に入ったのがそのくらいで、それから、5回か6回目ぐらいから、若かったから。関東の出品者のやつを全部集めて、車で搬出に搬入してで引き取りにも行ってっていうのを。当時当面あった。あった。よかったね。あれ。ね。だけど今と違ってその頃は6時間かかりましたよ。車の性能が悪いしね。今だってまあ神奈川はそうか。うちは6時間かかるなと思ってたから1時間違うからね。1時間違う。そうだね。そういうのをみんな集めて関東の集めて。若かったからね。で手間代もらって行って2回ばかりそれやって。それから今度自分でも自分のお客さんも出すようになって、売店も出すようになって、それからずっともう今はずっと続けてますけどね。もうね本当に初めの頃からいる人っていうのは数えるくらいになっちゃったからね。そういう年になっちゃったね。まあね現像してても出てこないっていう人もいるしね。まあ45回だから6回だからそうだね。0歳から始めても45歳ですからね。そうまあで今がだんだんそれで支部とかそういうのが増えてきて20回転の時なんか随分ね。20回転と30回転、30回転20回転もそうだったけど、30回転の時が一番多かったのかな。もう私もレジやっててね、もう断んなきゃダメだよ入りきんないよっていうぐらいまで集まった。見ててこんなにいっぱい見なきゃいけないのかと思ったもんね、展示席をね。いやその集めてたのはいいんだけど、集まりすぎちゃってこれ収容できねえぞとか設営どうすんだとかさ、そんな嬉しい今でもってね考えられないようなだけどね。その頃がもう出す人もみんなやる気があって、そうすごいよね。まあそういう時代を経て今があると思うんですけど、今はまあこうやってこういう動画とかね写真とかそういうのでもアピールできるようになったけど、当時はねもう現場に行かなきゃその雰囲気ねわからないし、
うん、そうだね。その頃からようやくビデオなんていうのが、流行り始めてね、そんな時代だったですよね。ビデオで盆栽撮ったりなんかしてたですよね。それでちょっと見せたりしてたのかもしれない。ね、結構もう神奈川ではそういう、画風展、国風展に出すようなね、もうマニアなお客が、ね、いっぱいいてね、たくさんいましたね。今も言いますけどね、今も多い神奈川ですけど。いや、画風展でね、一回20席ぐらい扱ったことあるんですよ。並べてね、審査に間に合わないから早くやってくれとかそんな時代もあったんですよ。ねえ。だんだんね、今があるわけですけどね、当時はもうそんなにいっぱい展示会もやって、売店なんかもね、一生懸命材料を皆さん用意して、今もね一生懸命用意してるんでしょうけどね。その時代のこの編成はあるけども、相対的に商品盆栽会は割合と好調であれですよね。いい感じでできてますよね。今もねそこそこ国内はかなり高齢化になってきたけど、今はね海外がすごいからね、人気がね、日本人が思ってる以上に海外では盆栽がね流行ってて、もう本当ですね。もう昔日本でその市とかその町に一つぐらい盆栽の支部なんかがあったりね、集まりがあったりしたのが、今海外に行くとそこの市に一つは盆栽のね、集まりがあるぐらいの多くなったっていうことですよね。私もあまり海外行ってないからあれですけど随分ね変わってきます。もう流れが変わってきたのかな。そうだね。そういうのもあるしね。これから話変わりますね。これから若い人に盆栽やってもらいたいなと思うんですけど。日本のね。それは私も一番望むところですけどもね。若い人でもやってる人もいるんですけどね。今コロナが流行っちゃってて教室もやりにくくてね、個人的に若い人がこう、マンツーマンで結構やってるんですけど、だけどコロナがひどくなった時からプツッと途切れててね、今教室っていうのはなかなかやりづらくなっちゃってますけど、また収まってきたらこう。マンツーマンで教えるのがね、一番こう残ってくるんですよ。個人のね、個人的な付き合いっていうか、信頼関係が生まれるからね。何十人も相手にこう教室なんかやっても残ってくれる人はほとんどいないんですけどね、マンツーマンだと大体こう残ってくれるようになりますね。それだけなかなか熱心に盆栽ってやってもらえないとお客さん自体が続かないからね。納得しないというか、大勢で教わってるとこう聞きたいことも聞かないで、こう不安、理解しきれてないっていうのが多いんですよね。今はねこういう動画でもいくらか見えるようにはしていこうとは思うんですけどね、なかなか個人個人の人がもうそれこそマンツーマンで教えるのには限りが、わずかな量です。でもつながりは一番強くなりますからね。本当ですね。一番熱心なお客さんを育てられるとは思うんですけどね。なかなかそういう人もいっぱい増えてくれればいいなと思うんですけどね。いや、教わりたい人はいるんだけど、なかなかねこう具体的にっていうかそういう環境にいる人が少ないですよね。また近くに盆栽がなきゃいけないとかね、住んでる環境も左右するし、そうですね。これからは大体インターネットなんかもかなり活用して盆栽なんかが普及より普及して、もうインターネットは不可欠だよね。もうこれが主流なんじゃないですか。展示会なんかも最近は動画を上げるようになったり、こういうところで、今回もそうなんですけど盆栽園の紹介とか、そういう意見をね、聞かせてもらって
あと手入れのやり方も教わったりっていうことが増えてくると、まあ遅いんだけどアプローチはかけ始めたっていうところでやってるんですけどね。まあ本当ですよね。24時間いつでも見れる状態になってれば、見るきっかけを持つ人は増えると思いますからね。そうですよね。鉢なんかもね、いろいろ盆栽で重要だと思うんですけど、広瀬さんも注文してたり。それはね、注文はいっぱいしてますけど、自分では作ったことないですよ。そりゃそうだ。まあね、人に作ってるのにこうだこうだって言ってる方がね。そう自分で作ったの見たら人に言えなくなるからね、何も。そうだよね。まあそういう感じで、まあ昔からある鉢なんかだとほら東福寺とか。東福寺はいい鉢が多いですよね。色なんかもいろいろあって。まあ東福寺も好きですしね。上松東水なんかもいい鉢ありますよね。そうですね。土目もいいし、形もきちっとしてるし、まあそうやって盆栽やるに鉢も重要なとこだと思うんですけどね。それはかなりね、もう鉢の見るとね、渡辺和弘かなんかに作らしたかなんかのがいっぱいありますよ。いっぱいあるね。やっぱり使いやすいっていう。やっぱり売れるからね。なかなかね、和弘も注文しても結構かかるよな、何ヶ月も。あんまり受けない。もうやりきれないんだって。そうらしいですよ。体調もさほど良くないしっていうことを言ってたけどね。だからいや、注文多すぎてやりきれないです。儲かってしょうがないですね。まああの人のもね、植えやすいからね。実際に国風店でも画風店でも和弘の鉢ね、一個の鉢はいっぱい使ってますからね。ね、商品盆栽でまあかなりメジャーな。そう今すごいですよね。まあ原稿を作ってる鉢で飾るとこまで使えちゃうわけですから、よほど苦労してね、こうやって作ってきたんだと思いますよね。それはそうだよね。なんかね、常滑なんかももう鉢屋さん少なくなっちゃったしね、そうなっちゃったね。でもまあ小鉢はね、趣味でやってる人もかなりいますからね。やっぱり趣味でやってたってこう余るほどできればどうしても売らざるを得ないからね。まあ埋めちゃうわけにからしてね。まあ手頃な値段で売ってまたそれ手頃な値段で買えればお客さんもね使っていくんでしょうけどね。まあ商品盆栽の鉢なんてのは本当に趣味の人が昔から作ってるの多いですよね。だからどなたが作ったんだか分かんない鉢がいっぱいありますからね。特にね、こっちの方は横浜一品会とかそういう鉢を作るグループもありますからね。今となっちゃね結構値段がしてそうね、高くなったのもあるしね。ものによってはね、まあ岡谷税神とか木工とかね手が出ないぐらい高くなっちゃったのもあるし。本当にね、何が高くなるんだか分かんない。今神道が入ってこないらしいですもんね。そう。あれベトナムから来てて、もう中国のが人件費高いから、わざわざ日本で売らなくていいらしいです。中国でも盆栽売れるんで。そうすると大変だなと思うんですけどね、将来的にはね。まあ今まで入ってきたのがいっぱいあるからそれ使うかとかね、あとはまあ常滑とかベトナムに作ってもらうか。そうね。だから一時期中国の鉢なんていうのはもうかなりの量が入ってきてますもんね。余ってたけどね。余るほどあったけど。今ちょっとザラザラしてるのはあれ中国じゃないらしいから。世の中変わればね変わるな。ね、そう安いとこ、人件費の安いとことか、そういうのに変わってくんだろうね。生産者も随分減って
るんですけど、業界的には。そうですよね、もうどうしても形態は変わってくるよね。神奈川の方って言えばね、黒松なんか未生から作ってもう、そう茅ヶ崎のでだいぶやってたけど、やっぱりそれもなくなってきたね。もう、やる人もなくなってきた。あれね、かなりの年数我慢しなきゃいけないからね。だから2、30年かかるからね。ちょっと売れるまでにね。そう10年生ぐらいじゃ売れないもんね。ねえ、10年生で売ったんじゃ全然いいとこないもんね、あれね。でも一世を風靡してるもう松ですけどね。そうだね。静岡もね、そうですけどね。相田さんだっけ？芦田さんだっけ？相田さんだっけな。黒松の静岡から。こっちの方だと。串田さん。串田さんか。串田さんがこうやっと曲の強い松のを作るよね、やって。ああいうのが初めの頃なんですかね。今の黒松の。いやいや、あれよりね、生屋の方がやっぱり古いですよ。愛知県でやっぱりこういう継ぎ込みは継ぐのうまかったからね、名古屋の人は。だからこう切り込んでやって、そこへついでたけのこみきのやつを全部作ってたですよね。まあ本当に大きい木でも小さい木でもついてましたもんね、名古屋はね。それでついで売ってまたやつぶさ売ってみたり。そうだね。そういうのもあるだろうから。今の商品盆栽と昔ね、1回目の画風展とか2回目の画風展とかいう時に随分木の感じが変わってきた。それはね、最初の頃はね、どうしても今から見るとよく出してたなっていう感じの木が多かったけどね、まあそれはそれでその頃は最高レベルのあれで、それから何十年か経ったからそういう木がすごく立派になってきたんですよね。でまあ取り木してる木とか、ね、継いでる木なんかも。だから、その30年も経てばよくなる。30年自分が年取んなきゃいいんだけどさ。だから知らないうちにこの木20年経ってたとか、そういうのがあるよね。多いですね。だから昔それこそね、ほら松平さんの盆栽とか、ああいうのがね、なんかこうストーリーがあったり歴史があったりして、価値、そのストーリーの価値とかそういうのもあると思うんだけど、今にするとこれもう誰々が持ってて誰々が持ってて誰々が持ってた木だなんていう話も出てくるもんね、またね。年数が経つと。でそれでまたあの時ね、いい賞取ったんだなんていう話もあるだろうしね。いや、それはやっぱりね、画風展で記念帳を作るようになってからね、だいぶ違いますよ。ねやっぱり盆栽に記念帳を作るのも大変だったんですよ。今も大変ですよ、あれ。いや、最初にね、近代盆栽誌の月刊雑誌に載せたとかさ、そんなことあってね。写真だけだったりで金本の月刊誌に載せたりそんなのしてたんですけどね。でもやっぱり記念帳は作ろうっていうことで、まあなかなかいろいろあってもでようやく一回作ると決まればね、それからあとずっと続いてますけど、どうしても出品料が高くなるからね。まあその前に国風展なんかが作ってるからね。国風展はもうずっと前から作ってるんですけどね。だからやっぱり記念帳があった方がいいなっていうのもある。それ新しく始める時にはね、予算面があるからね、これの話になることなかなか大変なんですよ。いや大変です。ね、僕ももうちょっと単価の安い集荷店始める時にね、記念帳を作る時だってね、いろいろね、いろいろ難しいですよね。出品料上げなきゃいけないしとか。果たしてみんなに賛同を得られるのかとか、そういうことでね。じゃあ今日はこのくらいにしましょう。はいはい。すいません、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。また分かんないことあったら聞かせてください。よろしくお願いします。